こういうことに気をつけてたら選手生命もっと伸びるよとか、いくつになっても動けるよって一番それが幸せじゃないですか。格闘技って実は反作用のスポーツなんですよ。なので変なフォークで打つと肘壊すし、肩甲骨が外に向いてないと変なところになっちゃうので、腰を守る、ところで非常に大事になってくるんですけど。こんにちは、空手家の上です。今回も格闘技ドクターであり、僕が格闘技関係者にお勧めしたいパフォーマンス医学、ドクター F の格闘技医学の著者である二重作拓也先生とお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、そうなんです。こちらのですね、すいません。こちら、前回までちょっとご紹介いただいた前回まで本当この、所長賞の中から、パンチとか、ローキックについてですね、めちゃくちゃ深掘りしていただいて、もう絶対にもう知ってるだけで本当に動きが変わったりとか、威力を変えたいということに、フォーカスしていろいろ教わったので、ぜひ前回までの動画も見ていただきたいんですが、今回はちょっと先ほど二重先生に、強さを邪魔する医学的なリスクについてちょっとよかったらって言っていただいて、めちゃくちゃ気になるなと思ってぜひちょっとそこは教わりたいなと思ったんで、今回はちょっとそのについてよろしくお願いします。やっぱりこう、例えば僕も現役時代にすごく強かった先輩がね、やっぱり40後半とか50ぐらいになってちょっと歩きが辛そうに歩いてたりとかっていうことがよくあって、で僕は医学の現場の人間でもあるので、その引退した後にどういうふうになってるかっていうのを結構見るんですよね。で業界からいなくなっちゃうからそうなので医療の人間の方がそういうのを見る機会が多いと思うので、じゃ逆に言うと現役の時からとかね、修行してる時にこういうことに気をつけてたら選手生命もっと伸びるよとか、いくつになっても動けるよって一番それが幸せじゃないですか。そうですね、もう本当今結構壮年部も厚くて、僕ら世代とか、僕らより上の世代の方とかもやっぱフルコンタクト空手とか取り組まれてるし、絶対もう実際僕もそうなんですけど、やっぱりいつまで今のこの動きが維持できるだろうとか、できたらある程度の年齢ぐらいまではやっぱ動ける体でいたいなって、僕以外も絶対こう思われてる方多いと思うんで、なんかその部分もぜひちょっと聞いてきたらなと思います。ちょっと医学的な内容にもねなっちゃうと思うんですけど、でも全ての人がねこれ知ってるだけで全然違うし、やっぱり道場とかにもねこうやったら危ないよっていうことをみんなでシェアできればいいなと、そういう内容にしていければと思います。ぜひよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。今日は心強い理学療法士の勝井博先生をお迎えしてます。勝井さんは格闘技学をゼロの状態から一緒にこうね作ってくれた大恩人で。小鳥さんもね、すごい僕も現役の頃にいろいろアドバイスいただいてお世話になって、もうその説はいろいろお世話になって、もう嬉しいです。最強の関節角度とか全部調べられてくれた勝井さん、実はね大事な格闘技学のキーマンです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で強さを邪魔する医学的リスク、山ほどある内科的なもの、今度目のこと、脳のことあるんですけど、結構意外に知られてないのがパンチで膝を壊すっていう症例。パンチで膝ですか？パンチで膝を壊す症例って皆さん想像つきます？あれなんか蹴りのイメージがやっぱ強い。蹴りのイメージあるでしょ。ある選手がこれキックボクサーだったんですけど、こうどんどん膝の内側側靭帯を痛めやすかったんですよ。で僕はチームドクターとかリーグドクターとかやってる時代に相談を受けて、膝が痛いんですよね。当然レントゲン取ったり MRI 取ったりするじゃないですか。そしたらある時ちょっとパンチやってみせてってパンチのフォーム見てたらボンと打つじゃないですか、ストレート打った時に膝関節がこう伸展するんですよ。伸展するから思いっきり膝の関節に負荷がかかったのがこうニャッとなってるんで、パンチの動作で膝を壊してたみたいなことがあるんですね。でもそれって今の格闘技の練習体系だとミット持ってる人が今のパンチ良かったみたいになるんで、ここ気にしないじゃないですか。だからずっと膝の靭帯をいじめながらパンチを
強くなっちゃってるっていうケースがあったんですね。だからそういう意味で言うと、そのパンチ一つ取ってもどの関節でどういうふうに負荷を受けてるかっていうのが実は大事なので、そこからやりましょうか。ぜひぜひ、はい、お願いします。じゃあ、コケさんもストレート打っていただいてビヨンと、そうですね。で、勝井さんはこれをこう押し返すと。こういうふうな練習って道場でやることあんまりないですよね。これ今反作用どこで受けてます？今は後ろ足ですね。じゃあもう一回押してください。これでいろんな関節をちょっとずつ動かしていくんですね。例えばこれいいフォームなんですけど、ちょっとほら肩を前に出さずにちょっと下げちゃうとどうなります？これはもうここ痛いですよね。痛くなりますね。なので痛くならないように力を少し弱めて、これでいろんな方向でここはこうやってみよう、ここはこうやってみようってやっていくと、右足に今力が負荷がかかっている状態ですよね。今度は右足を上げたらパンチどうなります？これは今の状態では上げれないです。上げれないですね。そうするとこっちにぐーっと体重をかけて、さっきの膝の靭帯とかが伸びないような方向に持っていって、でこのパンチの方向をいじって右足をそうこれ今つながってますか？地面。そうですね。なんか押していただければ多分足でちゃんとなんかこっちで耐えれてる。左足で耐えれてるですね。こんな感じで格闘技って実は反作用のスポーツなんです。なので変なフォームで打つと肘壊すし、肩甲骨が外に向いてないと変なところになっちゃうんで、お互い何かの技をやるときはパンチを出す。このフォームで本当にいいみたいなことを聞いて、じゃあ軽く負荷かけてみるよって言って崩れたら、ここ崩れた。さあどう変えたらいい？そう崩れないですね。今どこにかかってます？今後ろ足です。後ろ足ですね。じゃあ前足にかかるように変えてみましょうか。それで今これ崩れますね。どこをどう変えたらいい？どの関節どうかな？そうで膝今沈めましたね。いいですね。で少しお腹出ちゃってるんで少しお腹引っ込めましょうか。どうですか？全然強いです。安定してます。押してみてください。この状態で。強いでしょ。これ強い状態っていうのは各関節が上手に力を分散して受けてくれるんですね。これが一箇所に集まってしまうと良くない。で原理は分かりますね、なんとなくね。そういうふうにちょっと対人で練習してみると面白いかなと思います。これだと要はあれですよね。これってリスクも下げれるし、そもそも今押して強いわけだから、そこで当たれば強いですもんね。よくそれに気づいていただきました。早速ミットがあります。ではコケさんね、右ストレートを右足を上げた状態で右ストレートを打つっていう。これは今教えていただいたと使わない方が最初は分かります。じゃあ普通に上げて片足出しで左足でパンチ。これも重たいですけど、じゃあしっかりとこれで伸ばして、これで押し返して、これで一番いい場所を探しをすると。股関節もう少し低くしましょう。そうで打つ方をちゃんと見て、この体勢を再現しましょうかね。二度おいしいですよね。体は壊さないし、パンチの力も上がるという。面白いですね。これ片足になってもしっかり受け応えがあるんで。そうこれができるから、例えば試合中に大きく切りました。片足出しになりました。片足出しになりますので、その動きできますよね。これで両足で作っちゃうと、両足じゃないとパンチが発射できないんですよ。片足出しで後ろ足から前足に乗るとき、痛かった。ナイスだ。なんか普通に強く出ちゃいます。ありがとうございます。素晴らしいですね。でもう一個いきましょうか。今のでじゃあ構えます。右ストレートを出します。こっちの前足です。前足出しますね。この時にですね、この呼吸も関係あります。息を吸ってもらう。
俺が吸ってって言ったから吸ったんですけどね。すいません。今度息を吐きながらお腹引っ込めましょう。はーっ。そう。これ落ちなくないですか？大丈夫です。これ全然変わるんですよ。これ面白くてですね、パンチこう打つじゃないですか。ストレート。ちょっとでこれ息吸うとお腹膨らんじゃうんで。体幹グズグズになるんですよ、なんで体をしっかりしたら持っていかないですよ、でお腹引っ込めてはーってやると全然硬いでしょ。これ上半身の筋力と下半身の筋力がちゃんとこう腹横筋が収縮することでつながっていく、無駄がロスがなくなるんですよね。これ全部使いますよ。パンチ使えるし、ローキック蹴るときも息吐きながら引っ込めると全然近くにいけないし、投球動作のときもお腹引っ込めながら投げるといいです。で今度持ち上げるっていうのをこれでやってみようと思うんですね。じゃあ小柄な勝井さんが元重量級を持ち上げるみたいな。勝井さんは小池さんを捕まえて持ち上げるんですけど、息を吸いながら上げてみましょう。きついですよね。すみません。じゃあ今度は息を吐きながら腹横筋をぐわっと吐いて、そうお腹を引っ込めながら上げましょう。せーの。素晴らしい。どうでした？めちゃくちゃ楽です。楽ですよね。じゃあ纐纈さんが今度勝さん持ち上げる、息を吸いながら上げる。吸いながら力入って入りですよね。入りですよね。じゃあ今度息を吐きながら。めちゃくちゃ簡単。これ単に呼吸の話ではなくて腰を守れるかどうかなんですよ。なので格闘技では声を出せって言われるじゃないですか。で声を出す時に息を吐いてちゃんと腹横筋を収縮させて打撃を打つとか投げを打つとか相手を持ち上げるっていうことをやると腰を壊さないですもんね。脊椎の周り、脊椎があって腹横筋ってこう腹直筋外します。みんな外しましょう。腹直筋外します。で外腹斜筋を外します。で今度内腹斜筋を外します。腹横筋っていうコルセットみたいなのが入ってるので、それはこうお腹を引っ込めて息を吐くことで、これで強くなるんですね。でこれを知っといて、で持ち上げる時もこの状態を作りながら上げると大丈夫だし、サンドバッグやる時もパンチ打つ時もパンチ打ちました、お腹引っ込めて息吐きます。これだけで全然強くなりますよっていうお話です。あれですね、多分視聴者の方も腰痛持ち絶対いると思うんですけど、空手界って結構腰がってよく聞くんで、多いですね。これ多分そういう人たちとかは絶対意識した方がいい。そう思いますね。やっぱり呼吸と動作が合ってないっていうことがよくありますので、ちゃんと息を吐きながら強い打撃を出す時は息を吐くとかね、すごい大事かなと思います。これをすると反作用を変なところで受けなくて、そういうことです。要は腰に行かなくて済むってそういうことです。そういうことです。腰痛の状況さん絶対やってくださいよ。お願いします。そう。はい、腹横筋を収縮させるっていうところがね、腰を守る、ところで非常に大事になってくるんですけど、そのやり方、一つの方法をちょっとやりたいと思います。すごく簡単なんですけど、まずトレーニングをする人がこういうふうに寝ます。で、僕の腰の背中の一番下のところにこう手をね、纐纈さんここに手を入れてほしいですね。はい、もうちょっと下ですね。もうちょっと下。そう、そこですね。じゃあこういう形を取りまして、纐纈さんは手を、僕の腰の下にですね、置いていただきまして、こちら被験者のプレイヤーの方は、息を吐きながらこの腹横筋を収縮させる、お腹を引っ込めるという動作がありますね。なんか圧の変化を感じたら、教えてください。いきます。なんか来た。だいぶ勝った。おお、すごいすごい。こんだけ違いますよね。なんか最初はあれだから最後の方なんかギューってなんか来た感じがありますけど。そうなんですよね。これがしっかりとお腹を引っ込めて、今のが手で圧を感じれるようになると腰を壊しにくくなりますね。これで
実際ちょっとコケさん仰向けになっていただいて、これはトレーニングにもなるんですか？いやもう今のもろにトレーニング。そうこれだとちょっと違いを感じるのが多分できると思うので、はい、寝ていただきまして、で膝曲げる、はい、で勝井さん手入れる、で、はい、じゃあ息を吸って、で、はい、吐く時もお腹引っ込めていきます。そう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 。力入ってきますね。はい。この感じわかります？結構腰筋肉めっちゃ使うんですね。じゃあせっかくなら練習であと1回いきましょう。はい。そう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 。はい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 、入ってきてます。大丈夫。息を吐くっていうことは大事だって言われてますので、でもそれを実際にその筋力にフィードバックすることってなかなかない。この2つがつながることは、これができると、はいはい、今のを練習しといて、人を持ち上げる瞬間とか、例えば柔道で投げる瞬間とかにパッとこう息を吐きながらこうさっきの圧を高めていくと、腰を守りやすく、なるほど、色も上がる。じゃあもうこれ自体もう、とりあえず普通に、なんならセルフで最初こう一人でやる人だったらこう自分でこうやってやってはーってやってもできそうですね。これできます、できます。これめちゃくちゃ使えますから。自分腕十字取って引き上がす時なんかも、これ息吐きながらお腹引っ込めるとものすごい使えます。じゃあこれ僕らおじさん世代はお家のトレーニングでセルフでやっても全然良さそうですね。そうですね。もう普段からこういうふうにやっておくとか、あとなんかたるい会議あるじゃないですか。なんか軽い会議じゃなくて報告会じゃんみたいな、資料読んどきゃいいじゃんみたいな時に僕お腹引っ込めてはーってやって今強くなってる俺といい筋トレタイム。で電車の中とかでも普通にできる。そうですね。確かに今これこうやって最初は体感するためにこうやってるけど、別にどんな状況でもこのやり方さえ分かっちゃえばどの体勢でもできるんですね。強くなれてしまうという。なるほど。そうか。もう本当日常で何やってる時でもいいですね。じゃあこれ。そうなんですよ。やり方さえ最初のこれでちゃんとここに圧がかかるやり方さえ分かっちゃえば。そうなんですよ。これが分かればもう全部の動きに応用可能なんでね。しかも腰痛持ちの人は特におすすめかもしれないですね。確かに腰痛っていろんな原因があるんで、その原因検索がまず先頭に立ちますし、腰痛をちゃんと治療する診断をしてもらって治療してちゃんとアプローチしていくというのがまず大事です。プラスその腹横筋を修復させるということでこうプロテクトしていくっていう、両輪になればいいかなと思いますね。はい、打撃が原因で起こっているようなものは予防できる、そういうことになるかと思いますね。病的なものがなくてもっていうことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとあれですね、息を吐きって腹横筋を、締めた時と、逆に息を吐き切らず締めなかった時で蹴りの威力が変わるってちょっと先ほど教わったんで、実際にちょっと試してみようかなと。ちょっとお願いします。そうすると、あえて何もしずに普通に思いっきり蹴ってます。はこれは吐き切ってからでいいですか？はーって吐き切った時に蹴りがはーって蹴る。そうなんですよ。はい。かなり違います。これあれですかね、なんか思いっきり全部吐こうとすると気合い入れちゃった方が手っ取り早いですかね。声出してる。吐く長さを短くしなきゃいけないです。短くした方がいい。長く吐いちゃうと蹴りが遅くなる。はい、全部。よし。ありがとうございます。
ドーピングを依頼をされることもあったんで、なんかそれは正直今まで聞いたことないんです。実例というかドーピング依頼をされたっていうのは初めて聞いたので、ちょっとなんかその辺は多分先生しか語れない部分かなと思って、多分世間一般はドーピングはズルとか、チートみたいな、そうやったらもっと強くなれるし勝率で上がるからっていうふうに捉えてる人が多いんですけど。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。さっき、習った腰痛予防とかは、はい、もう絶対に僕らみたいなおじさん世代は必須の練習だと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。お願いします。あと、あれですね、この、はい、ドクター F の格闘技学と、はい、こちらのパフォーマンス学も概要欄に、リンクを貼っておきますが、もう絶対に、読んでない人はもう絶対読んだ方がいい、多分格闘技関係者で読まなかったら絶対後で後悔すると思うんでぜひ、興味ある人はもう確実にこれ手に取ってください、はい、なんかとりあえずよろしくお願いしますありがとう。本当絶対におすすめの本なんで、これはもう買って損することは 100% ないんでぜひ手に取ってください。実はこれに関してですね、格闘技学検定というのが始まるんです。で、高傑さんと勝井先生には後ほどテストを受けてもらいますので、はい、ぜひ検定に合格すると、格闘技学をちゃんと学んだ指導者であるっていうことがお墨付きが症状としていただけるので、はい、ぜひこの後トライするそうなので頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃、僕のチャンネルを見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますので、チャンネル内容が、いいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手コンテンツの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。今回オンライン教室でお届けするのは高傑が明かしたくなかったフルコン必勝技術です。この技術がなかったら僕が世界大会を連覇することはなかったと言ってもいい技術の一つで、蹴りを使えない人でも蹴りよりも遠い間合いで相手をコントロールできるようになる技術なので、ステップ技術が使えない人でも遠い間合いで戦えるようになるので、ぜひ参考にしていただければと思います。